つの公園に食用としてセミの幼虫の捕獲はやめてくださいという看板が設置されています。セミの幼虫を大量に取っている人がいると複数寄せられました。海外にはセミの幼虫を食べる文化があります。市は食用を目的に幼虫が採取された可能性もあるとみて、6月2つの公園に看板を設置しました。なんでそんな顔してんの？今からセミを探したいと思います。セミはセミだから日本だと変わんないんじゃないかなって思うけど、うち別に種類とか詳しくないからただ幼虫を見て違いが分かるかどうかね。だから日本にいるのはだいたいミンミンゼミとかさ、ツクツクボウシとかさ、クマゼミとか言うじゃない。まあ見て違いが分かるかどうか、私が分かるかどうか分かんないけど、とりあえず探してみようか。はい、行きましょう。なんかね、この季節になると夜な夜なね、なんか懐中電灯を持ってね、歩いてる人いるんだよ。いっぱいいる。そうだから、なんかどこやって探してんのか、ちょっと聞いてみたいよね。ね。前気をつけてね。いないね。呢？哎，大哥，您是在找那个知了吗？啊。不是这个玩意儿怎么找？我要从那走过来也没找着啊。咱能那么好找吗？还是就在那个树上找啊？草上、地下、树上都有啊。啊，都有。哎，你见过吗？没玩过这玩意儿吗？啊？没出来找过，吃倒是吃过，没出来找过。这个有什么窍门吗？没窍门，这个好好看一下。就是拿灯照找。对，拿灯照，好好注意留意的看一下。哦，好嘞，好嘞，好嘞。え早くこっち来い。みんなこういう風に探してるんだよ。ダンゴムシ以外許せない。ダンゴムシ以外。いないね。そこにもいる。みんな探してる。大哥，你那边找着了吗？找着了吗？抓了不少。哎呦，挺好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 。你找到是了？没有。ちゃんと見る。言ったよ。さっきの人も言ったよ。ちゃんと見るしかない。何してんだよ。ついてない。ついてないって。ついてないよ。お、いた。あ、いた。どれ？これ成虫。これセミ？セミ。成虫になった？いないね。殻すらないね。抜け殻。ダンゴムシはいっぱいいる。あいつら夜行性なんだね。探してる人めっちゃいるね。いない。あ、見て。これどうで？カタツムリ。動いてる。でんでん虫。あ、いた。デビー。ちっちゃ。ちっちゃ。ね。うちが知ってるセミの抜け殻と違う。めっちゃちっちゃい。日本のセミの3分の1のサイズ。でもちょっと可愛いかも、小さくて。ということで、うちらは殻しか見つけられませんでした。残念。殻だけでも頑張りましたよ。そうだね、やった方だよ、頑張った方だ。じゃあ、食べに行こうか。食べに行きましょう。そうだね。さあ、セミを食べに来ました。ちゃっかりチャイナ服着て、セミを食べに参りました。ドラえもんみたいって言うなよ。今ちょっと、セミじゃないけど違う、中国のサラダみたいな料理がやってきたので、まあこれを食べながら話そうじゃないか。ほんで、
寛大のセミですが、まあ日本ではあんまり見られないユニークな食文化っていう感じで、まあ一から説明すると、セミの幼虫を食べるっていう昆虫食の文化があるっていうことだよね。で、そんなセミの幼虫を食べる文化がある中国なんですけど、そもそもセミの幼虫を食べるのって意外と中国だけじゃなくて、昆虫食が盛んなタイとかさ、メキシコでも食べられてるみたいで、貴重なタンパク源としてね、その食べる地域では割と高級食材に値するセミの幼虫を食べるっていう文化が中国全土ではなくて、中国の中でも一部の地域で食べられてる文化なんだよね。驚くことにですね、私が今生活しているこの山東省がすごい盛んに食べられてる地域なんですよ。で、山東省近辺、だから風米とか結構食べられることで有名みたい。あとは東北、中国の東北地方も一応まあ食べる文化はあるみたいなんだけど、それで言ったらほら日本のさ、蜂の子とか、イナゴとか、日本の中でも一部の地域で食べられてる昆虫食じゃん。なんかあれに近いなっていう、一部の地域で根付いてる郷土料理みたいな感じかな。だから昔から結構貴重なタンパク源として食べられてて、夏限定のローカルフードっていう感じかな。で、そもそもこの中国で食べられるセミの幼虫は基本的には養殖です。全部養殖。食用として育てられたセミの幼虫っていうことだよね。やってまいりました。セミの幼虫です。苦手な方はご注意くださいませ。めっちゃそのまま。あとはこんなのも頼みました。オクラ炒め。水餃子やってまいりました。めっちゃカラフルだよね。美味しそう。さあ、では、こちらのセミの幼虫さんをいただいてみたいと思います。本当にそのまま、なんか頭むしったりとか、手むしったりとか、一切してない。いただきます。マックのポテトだ。そんなに美味しいの？超うまい。マジで超うまい。実はそもそも私これ食べるの初めてじゃないんですよ。初めて中国に行った9年前、もうすでに食べています。なんで、昔のことをお話しすると、本当に一番最初ね、初めて来た時、だから、もう中国の右も左もわからない状態の時に、こいつが出てきたよ。こいつが。マジでびっくりして。そんなセミの幼虫を食べるなんてこともそもそも知らないし、もうなんかいろんな見る景色でも人でも、物でも何でも、音でも何でももう初めてすぎて混乱してる時の夜ご飯にこれが出てきて、でも、周りにね、ちょっといろんな人がいて、なんかもう食べないといけない雰囲気だったのよ。食べるしかないじゃない。食べるしかないじゃない。だからもう、目を閉じて一口食べて、マジでびっくりした。うまいよね。本当にうますぎてびっくりして。セミの幼虫の一般的な調理法がこれと同じ素揚げっていう感じなんだよね。本当に味付けは塩のみっていう調理法の食べ方なんだけど、これがとにかく美味しい。見た目はマジでセミなのよ。もうセミ以外の何物でもないんだけど、本当ではマジで嘘じゃなくて、うち初めてこれ中国で食べた時の印象はマックのポテトよ。カリカリで身が結構詰まってんだよね。結構このクリーミーなミートのそのサクサクとクリーミーのバランスがマジでちょうどいい。やっぱ揚げたてが本当に美味しい。他の人が言ってるような味の感想で言うと、エビっぽいっていう人もいるみたい。殻が。あれの香ばしさが多分どっちかっていうとエビのさ、尻尾とか揚げた時の味の雰囲気に似てるのかなとも思うし。でもうちのね、最初に初めて食べた時の第一印象は、見た目はともかく味がフライドポテトだったっていう私の感想でした。調べたらね、値段が、だいたい、この1匹あたりが3元から5元。日本円で1匹60円から100円。結構するよ。1キロだと、まあだいたい250元から300円。5、6千円ぐらいかな。1キロで。っていう感じらしい。結構高級食材なんだよね。これいくらだった？今ちょっと食べちゃったから、計算してないんだけど、何匹いたかわかんないんだけど、だいたいね、多分ね、3、40匹ぐらいかな、一皿に。は、乗ってるっていう感じです。この山東省、一番中国の中でも一番このセミを食べてるとされる山東省でも、食べない人はいるよね、やっぱりね。
食べない人は食べない。食べる人は食べる。私は食べます。うん。まあそんな年がら年中食べるもんではないかな。まあ。たまにが風味味わい。うん。季節を味わってるっていう感じだね。うん。これ日本でめちゃニュースやってんじゃん。夜公園でセミを取ってる人がいたっていうニュース。セミの幼虫を取らないでくださいっていう看板が立ってんだよね。日本の公園にね。まあ、この件で日本で言われてるのは、日本でさ、セミっていうのはさ、食用ではなくて夏の風物詩じゃん。うちも子供の頃よく行ったもん、公園とかなんか見に、おばあちゃんと何年もさ、土の中に潜ってて、成長したら、もごもごもごって出てくるんだよとかさ、おばあちゃんが言っててさ、日本でそうやって子供の頃に命っていうものを学ぶ代表的な機会っていうかさ、日本では、セミっていうものは。あとはね、そうやって食用で野生のセミをいっぱい取ったりしたらなんか生態系が崩れるとかさ、うん、まあそういうのは言えることじゃん。うん。まあ合ってることだし。中国の SNS でなんか日本で大量にセミを乱獲してる人の動画を見たんだけど、あれマジで中国でもニュースになっててさ、中国でも話題になるぐらいなんだよね。そういう人たちにうちが言いたいのは、いや、わかるよ。マジでわかる。本当にわかる。マジでうまいもん、セミ。うちも今実際、この中国で食べてるしさ。日本では、今現段階では食べる文化がないし、セミ自体を結構、夏の風情として聞いて、見て、楽しまれてるものだから、日本に住んでたり、滞在してる以上は、その国の文化とか習慣を、まあ理解してくれると、嬉しいなって、うちは思うかな。なんかさ、もし、なんか食べたいんだったら、セミを、アジア系の食料品店とか、なんかネットとかでもね、多分買えると思うんだよね。輸入品とか。さあ、行くぞ！あとは、やっぱり、今の私みたいに、現地で楽しむっていうのが、まあ一番だとは、うちは思うかな。食べれるわけじゃん、こうやって。うちのここにいる間はさ、こういう、現地の食材とか料理とかを普通に毎日食べてて、で、日本に帰った時は、その日本の美味しい料理、美味しいご飯、美味しいものを食べてる。だから逆に日本にいる時に、中国料理食いてえなーって思う時に何回もあるよ。思い出すよね。で、それはやっぱ日本で食べられないからこそ食べたいなーってめっちゃ思うし、めっちゃ言うよね。餃子食いてえとか言うよね。こんな感じかな。中国に住んでる日本人がセミを食べながら思うことは。はい。以上、セミを食べるでした。また来年の夏、お会いしましょう。食べれないのこれ。知らんが。食べちゃいけないの。食べたことないよ、そういう系の。美味しいの？美味しい。阁楼哦，有那个这个。应该是个细枝的，中间有个透明的这个。買ってお家に帰ってまいりました。初めて中国の国産タバコとして誕生したこちら、いくらでしょう？日本円で特徴があるようなタバコありませんかって聞いた時にこれを渡されたの。ちょっとこれどういう効果があるのかわかんないんだけど、なんか幻想的だね。わざわざこれをしてるってことだよ。すごいね。